この動画は水産の提供でお送りいたします。組子と聞くとどのようなイメージをお持ちでしょうか。私のイメージはこうでした。大変難しくて超絶技巧が必要で和質が減ってきた現在はもうほとんど見ることがない伝統工芸の中だけの木工製品だと思っていました。実は全く違います。海外ではその美しさからインテリアパネルとして活用されています。つまり和室がなくても生活の中に組子を取り入れています。そして DIYer の方も自宅で自分なりのやり方で組子を楽しんでいるのが本当に素晴らしいところです。私も自分なりに組子を楽しんでみようと思い始めてみることにしました。今日はその制作過程をご覧いただこうと思います。まずは粗材を製材していますが、この時大変音がうるさいので必ず耳を守るイヤープロテクションをつけてください。私はノイズキャンセリングヘッドホンがおすすめです。詳しくはブログをご覧ください。注意深く製材したら、その厚さの半分よりもほんの少し高くなるようにクロスカットスレッドの上に刃を出しておきます。クロスカットスレッドのフェンスの上にマスキングテープを貼り、メモをしておきます。このメモはこれから溝をつける溝の間隔を指しています。このメモがどういうことかと言いますと、自分で決めたモジュールに対してこの溝の間隔は1倍なのか4倍なのか、そしてそれがどういった順番で並んでいるのか、もう複雑すぎてすぐに忘れてしまうので、クロスカットスレッドのフェンスの上にメモをしたわけです。組子を始めた当初はこのメモなしで頭の中に記憶してやっていましたから、当然のことながら忘れたり間違えたりします。その度にやり直しを繰り返して今の形に落ち着きました。もちろんこのメモがあっても間違えたりすることは結構な確率であります。ただやり直しも、残念に思う気持ちも DIY の中に含まれていますから、やり直しも楽しむ、それぐらいの気持ちで進めましょう。そしてこのジグはボックスジョイントを加工する時のジグがかなり似ています。一つのピンに対して次加工する位置がどれくらい離れているのかというのをこのジグで決定しています。そしてこのモジュールが1と4で分かれているわけですから、1の時は1のモジュールのジグを、4の時は4のジグを交換できるような形になっています。ですから今回の場合1と4のモジュール間隔だけを使いますから、1と4のジグを差し替えながら思い通りに加工していきます。続いてもう一つの加工は1と4が続きますが順番が多少違います。その時も同じようにクロスカットスレッドのフェンスにメモをして同じようにジグを差し替えながら思った通りの溝間隔を掘っていきます。溝が切れたら今度はそれを縦に薄くスライスしていきます。まずはテスト加工です。この作り方の場合、溝を掘った溝の幅とこの薄くスライスする板の幅がぴったりと一致していないときつすぎたり緩すぎたりしてしまいます。ですから慎重にすでに掘ってある溝に対してスライスした板がきつすぎないか緩すぎないか、そして寸法も念のためチェックしておきます。この場合 0.08 ミリ薄かったので少し調整してから本加工に入っています。こういった3ミリという薄い板を加工するときはテーブル層の精度がもろに出てきます。加工の始めと加工の終わりで板の厚みが違うなんていうのはよくある話なので、そこを調整しながら乗り越えた時にこの DIY やってよかったと思える瞬間が訪れます。そしてその調整が一度終わっていればこのようにあとはひたすら加工するだけです。さあ先ほど A と B で溝の間隔を分けて、そしてスライスした組子を組んでみましょう。初めてやるパターンですからちょっと戸惑いながら、そしてドキドキしながらやっています。溝の数が増えれば増えるほどほんの少しの誤差が後ろの方に乗ってくる、そういうことがありますから、決まったジグで加工していても組み上げてみたらきつすぎるとか緩すぎるということがあります。これで組めたら
一発で決まってラッキーです。先ほどの枠の中にはめ込んでいくピースを手の甲で切り出していきます。事前に溝加工とスライスは終わっている状態です。たくさんの加工が必要になります。これらのピースをこれからこの枠の中にはめていきます。完成イメージはこのような形です。ところが、実際にテスト加工してみると、この角の部分がぴったり合わなければならないところに溝が来ています。こうなるともうどうしようもありません。修復不可能です。やり直します。今回の中にはめ込むピースは等間隔の溝ではなく、一番最後の溝だけはその溝から1ノッチ分遠ざけた形で掘るというのが正解でした。教科書をよく読んでいたつもりだったのですが、書いていないと思いながらももう一度読み返してみると、確かにそういうふうに書いてありました。後悔先に立たず、最初から全てやり直しますが、次は間違わないのでいい勉強になりました。こういった組子のピースをカットするときは、私がいつも使っている水山の胴付きは最高です。直進性も切れも最高ですから、皆さん一度試してみてください。ここからは先ほどのピースを45度にカットして四角を作っていきます。最初に粗カットしておきます。その状態からのみで45度にカットするためのジグに乗せます。そしてのみを使って少しずつ45度に切っていきます。逆サイドも同様にカットし、のみで45度に加工します。このように両端が45度になるピースを作ることができました。同様にもう一つ短い側も同じように加工して準備しておきます。これはただ両端が45度にカットできていれば良いというのではなく、枠にはめた状態でその45度面が長いピースと短いピースでぴったり90度で出会うようにカットしなくてはなりません。そして左右もありますから、左右も対称でなくてはなりません。テスト加工した2つを背中合わせにして、ぴったりと背中が合うようであれば左右対称になっているということが言えます。こうなればテスト加工が完了です。これでジグの設定が完了しましたので、いくつかテストカットしてみて一部組んでみましょう。
良さそうです。ではすべてのピースをカットしていきます。カットが終わったらのみで45度の面をカットしていきます。この時に必要なのはよく切れるのみと忍耐力の2つが必要です。なんと数え間違えてピースが足りませんでした。こういうこともありますよね。四角い部分ができたので、その四角い部分同士をつなぐロッキングピースというものを今度は作っていきます。ロッキングピースも端っこは45度カットなのですが、これまでとは違ってこの薄い板厚の中心に向かって45度でへこんだ形にしてあげなくてはなりません。のみが45度に入るジグの間にこの組子のピースを挟んで、両側からのみを滑らせて、この組子のピースの厚さの中心でこの45度面が出会うような形にしなくてはなりません。この形をカットするためにはやはりよく切れるのみが必須になってきます。一度ジグのセッティングが決まってしまえば、あとはこれを繰り返すだけです。ひたすら45度面にのみを沿わせてくの字になった谷を掘る、それだけです。
あとはこのロッキングピースを四角いエリア同士を橋渡しするようにつないでいけば組子部分は完成なのですが、やはり私もまだ未熟なところがあって、ロッキングピースがきつかったり緩かったりするところがあり、今選びながらはめているところです。緩かった部分はもう作り直しになりますが、きつかった部分に関してはもう一度ジグに乗せてマスキングテープでほんの少しだけ上げてやった状態でもう一度ジグに乗せ、薄皮1枚を剥ぐようにしてもう一度再利用することにしました。指先で押してきつすぎず緩すぎずというのを目指しました。ではギアチェンジしてフレーム部分を作っていきます。使うのはヒノキです。少し前から手押しカンナが故障しているため手のカンナで仕上げていきます。最初の基準面の平面とそれに対する直角がきっちり出ていると後ですごく楽ができるので、ここだけは頑張っておきます。その後は機械任せで OK です。この組子の模様、作り方の本を一目見た時からずっと作りたくて仕方がなかった模様です。基本は織工という模様で、この模様そのものは二重角織工と言います。織工の織とは3世紀の中国の三国時代の織で、織工の工はその首都を流れていた川を指しています。この地域で有名だった織物の柄が飛鳥時代に日本で伝わってそう呼ばれています。この織工の特徴は八角形にあります。この部分ですね、八角形がいくつか見て取れると思います。今の日本でもそうですが、当時の中国でも8は大変縁起の良い数字とされて、この八角形の格子が皇帝のお城でも好んで使われているそうです。
そういった縁起の良い文様をさらに二重にした文様、二重に縁起が良い柄と私は個人的に思っています。さらに少し引いて見方を変えてみると、八角形というだけではなくて四角のエリアそれぞれ、このエリアを橋がかかったようにつないでいる、私はそう感じています。ですから縁起が良い柄というだけではなく、いろいろな場所や人、物をつないで橋渡しして一緒に成長する、そういう気持ちを込めてこれを作ってみました。このショップをはじめ、私の工房ではいくつかの組子パネルを制作しました。それぞれに込められたストーリーは概要欄のリンクからベースのページで確認してみてください。そしてこの組子パネル、実質2000円で購入できるチャンスをご用意しました。皆さん、ふるさと納税ってご存知でしょうか？ご存知ない方にかいつまんで説明しますと、ご自身が応援したい市町村にふるさと納税を使って寄付をすると、その寄付金額に応じた返礼品があなたの手元に届きます。そして寄付金のうち2000円を超える部分ですね、この部分について所得税の還付、住民税の控除が受けられます。例えば10万円の寄付をして3万円相当の返礼品が返ってきたとしましょう。でも2000円を超えている部分については所得税の還付、住民税の控除の対象になりますから、実質2000円しか支払わなくても良いということになります。あくまでも実質です。この還付されるこの枠の金額は個人の所得によって大きく変動しますから、気になる方は調べてみてくださいね。皆さん税金払っていらっしゃると思いますから、誰でも持っている枠ですから、今まだ使ってないという方は絶対に損をしないように使ってください。特にこの還付に関しては今年中に、年内中に寄付の手続きを完了させることをお勧めします。その方が確定申告しなくていい楽な寄付ができて、そして還付や控除を自動的に受けることができます。あと2ヶ月ですよ。急ぎましょう。そしてどこへ寄付していいかわからない方、この我が町愛知県大府市にぜひご寄付ください。愛知県大府市では全国的に有名な実用的な商品をたくさん準備しています。まずはこの組子ですね。実用的かどうかは別として、もうこの組子は縁起が良くておしゃれすぎるので一家に一台必須のもの、そう思ってください。そして寝具のエアウィーヴ、これは愛知県が生んだスーパースター浅田真央さんも愛用している有名な寝具ですね。さらにアインシュタインがお礼の手紙を直筆で書くほど気に入ったバイオリン、鈴木バイオリンがバイオリンを返礼品として登録されています。バイオリンで世界に名を馳せた鈴木バイオリンを実質2000円で、実質2000円ですよ。試さないのはもはや意味が分かりません。ぜひ試してください。ぜひ愛知県大府市にご寄付ください。その他にもたくさん良い返礼品がありますから、ぜひ返礼品を調べてみてくださいね。そして実質2000円も難しいというあなた、分かりました。無料で DIY を教えます。 DIY 初心者を抜け出す30のアドバイス完全無料講座、ぜひ概要欄のリンクから登録してみてください。無料のメール講座で学んでいただくことができます。さらに深く木工を学びたいという方にはメンバーシップ制度もご準備しております。ぜひ検討してみてください。今日の動画いかがだったでしょうか。皆さんも組子をやってみたいと思われたでしょうか。もしそう思った方、そう思われなかった方も含めて、ぜひコメント欄で教えてください。今日の動画少しでも良かったなとか、面白かったな、役に立ったなと思っていただけたら、いいねを押してください。そして、まだチャンネル登録しないでこの動画を見ている方いませんか？そうですよ、あなたですよ。見てますよね。見てるけどチャンネル登録してませんよね。チャンネル登録しないで見ていると、最近はショート動画でちょっとした、役立つ情報を発信したり、コミュニティ機能で何かを先行してお知らせしたりしていますよ。見逃していないでしょうか。ぜひチャンネル登録して次の動画をお待ちください。次はちょっと大きめのプロジェクト、ちょっとというか、かなり大きめですね。ホンダの N 版の内装を木質化していきますので、楽しみにしていてください。最後まで見ていただきまして本当にありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。